旅行中に財布をなくしてしまいました。旅行中に財布をなくしてしまいました。旅行中に財布をなくしてしまいました。こんにちは、春菜です。今日も一緒に頑張りましょう。まずは3つのスピードで聞いてみましょう。学校の図書館で本を借りました。学校の図書館で本を借りました。学校の図書館で本を借りました。I borrowed a book from the school library. 学校の図書館で本を借りました。今日の仕事はとても疲れました。今日の仕事はとても疲れました。今日の仕事はとても疲れました。Today's work was very tiring. 今日の仕事はとても疲れました。病院で薬をもらうときに名前を書きます。病院で薬をもらうときに名前を書きます。病院で薬をもらうときに名前を書きます。When receiving medicine at the hospital, you write your name. 病院で薬をもらうときに名前を書きます。旅行中に財布をなくしてしまいました。旅行中に財布をなくしてしまいました。旅行中に財布をなくしてしまいました。I lost my wallet during the trip. 旅行中に財布をなくしてしまいました。雨が降っていたので洗濯物を取り込みました。雨が降っていたので洗濯物を取り込みました。雨が降っていたので洗濯物を取り込みました。Because it was raining, I brought in the laundry. 雨が降っていたので洗濯物を取り込みました。家事を終えてから犬を散歩に連れて行きました。家事を終えてから犬を散歩に連れて行きました。家事を終えてから犬を散歩に連れて行きました。After finishing housework, I took the dog for a walk. 家事を終えてから犬を散歩に連れて行きました。昨日買った花がもう枯れてしまいました。昨日買った花がもう枯れてしまいました。昨日買った花がもう枯れてしまいました。The flowers I bought yesterday have already withered. 昨日買った花がもう枯れてしまいました。趣味で作った料理を友達にあげました。趣味で作った料理を友達にあげました。趣味で作った料理を友達にあげました。I gave the dish I made as a hobby to my friend. 趣味で作った料理を友達にあげました。先生に質問したら丁寧に教えてくれました。先生に質問したら丁寧に教えてくれました。先生に質問したら丁寧に教えてくれました。When I asked the teacher a question, they kindly explained it to me. 先生に質問したら丁寧に教えてくれました。先生に新しい勉強方法を教えていただきました。先生に新しい勉強方法を教えていただきました。先生に新しい勉強方法を教えていただきました。The teacher taught me a new study method. 先生に新しい勉強方法を教えていただきました。今度はフレーズを繰り返して練習しましょう。学校の図書館で本を借りました。今日の仕事はとても疲れました。病院で薬をもらうときに名前を書きます。旅行中に財布をなくしてしまいました。雨が降っていたので洗濯物を取り込みました。家事を終えてから犬を散歩に連れて行きました。昨日買った花がもう枯れてしまいました。趣味で作った料理を友達にあげました。先生に質問したら丁寧に教えてくれました。先生に新しい勉強方法を教えていただきました。シャドーイングです。音
音声を聞きながら少し遅れて真似しましょう。学校の図書館で本を借りました。今日の仕事はとても疲れました。病院で薬をもらうときに名前を書きます。旅行中に財布をなくしてしまいました。雨が降っていたので洗濯物を取り込みました。家事を終えてから犬を散歩に連れて行きました。昨日買った花がもう枯れてしまいました。趣味で作った料理を友達にあげました。先生に質問したら丁寧に教えてくれました。先生に新しい勉強方法を教えていただきました。最後はクイズです。答えがわかったらコメントしてね。休みの日は美術館へ行ったり本を読んだりします。休みの日は美術館へ行ったり本を読んだりします。お疲れ様でした。クイズの答えは明日の動画を見てね。バイバーイ。